いや、こんなでかいの正直いらんよな。これ絶対映えやもんな。この18って。この、最大ね、確か 23×23 ぐらいがマックスやったかな。ちょっと忘れたけど。みんなどう？正直。それか、僕が知らないだけで実はこの面が大きい方がゾンビピグリン湧きやすいとかあんのかな？ちょっと僕は知らないんで。もし、皆さんどうもこんにちは。リビルです。リビルのマインクラフト、本日もやっていきたいと思います。さあ、今回なんですけども、またね、こちらの装置エリアに新しくゾンビピグリントラップをね、紹介していきたいと思います。で、こちらはですね、基本的に上にあるピグリンを沸かす装置、そしてその下に、ピストントライデントがあって、ここで処理されてから仕分け機に続いて入っていきますね。そこから、腐肉、金のインゴット、そして金塊、そしてその隣にゴミ箱という形で分けられていきまして、さらにこちらの金塊とインゴットはね、この後ろにさらについてある自動クラフト装置、こちらで押し固められていき、最終的にね、こちらの金ブロックへと集約されて集まってくる形になっております。そんなね、装置を、今回クリエイティブワールドの方でね、ちょっと紹介していこうかなと思います。ということで、一体どうしましょう。はい、ということで、クリエイティブワールドの方にやってまいりました。それではね、早速やっていきたいんですが、その前にね、今回作る装置に必要なアイテム、そして個数は概要欄の方にね、表記しておこうと思いますので、気になる方はね、そちら合わせてご覧いただければなと思います。そしてですね、今回装置を作るにあたって、ちょっとね、方角的なところも少し関係してきそうなので、ちょっと解説しておきますと、まずね、今いる位置、地図であったりだとか、あとは石レンガを使って、こちらの模様の T 字ですね。この下にピンとなってる方が南、そして T 字の左と右で西東が分かれるというところで、ピグリンをこうゲートからね、ポンと沸かせた時に、北から南向きにゲートをね、こうブロック積んで作った場合は、ゲートが開かれると、東向きにゾンビピグリンが湧いて、こっちにね、出てくるということらしいんで、じゃあ今回ね、正面、西から東を向くイメージで作っていきたいと思います。なので、このブロックからすると、この T 字のね、右向き、こっち側が正面になるように作っていきます。OK。ではね、まずは自動クラフト装置の方から、作っていきたいと思います。じゃあまずね、自動作業台を一つ設置しまして、その前にチェストを設置します。で、ここが、金ブロックになって集まってくるところになりますね。そしたら今度は自動クラフトの後ろ側、こちらにレッドストーンコンパレーター設置して、今度はこのコンパレーターに向かうように、またコンパレーターを設置します。そしてその後ろにまた自動作業台を1個設置。で、ここは最終的にね、金ブロックにしたいのところなんで、この金インゴットを9つ、この中に仕込んでおきます。では続いてね、また今度こちらのコンパレーター、その先にマットブロック、こちらを設置して、その隣にレッドストーンダスト、そして今度は折り返してレッドストーンリピーターを設置して、その先に不透過ブロックを設置します。そして、クラフターの上にね、ホッパーを設置しまして、これでまず1個目の金ブロックにするための自動クラフト装置が完成になります。では続いて、今度は金塊を金インゴットにするための自動クラフト装置をさらにここから組み込んでいきます。こちらね、設置しているホッパーの後ろ側ですね、こちらが一旦仮ブロックを置いて、またクラフターをホッパーに向かうように1個設置して仮ブロックを撤去。そしてさっきと同じ要領でこのクラフターのところからレッドストーンコンパレーターで検知しまして、そしてその横からまたコンパレーターを設置。そしてその後ろ側にクラフターを設置しまして、今度ね、こちらでは金ブロックにするために金インゴットにしてましたけど、今度は金塊をここに9つ仕込んでインゴットにするための出力をしていきます。そして続いては今度ね、こちらのコンパレーターの先に不透過ブロック、こちらを設置しまして、この側面にレッドストーントーチを設置します。そして今度はその上側に不透過ブロックを設置しまして、今度また側面にレッドストーントーチを設置。そしてこのクラフターの横に
不透過ブロックを設置して、その上にレッドストーンダストを設置します。そしてですね、このクラフターの上にホッパーを設置。結構ね、ややこしそうに見ますけども、一度動かしてみます。ということで、このね、一番上のホッパーに金塊を入れます。そうすると、こちらの、クラフターで金塊がインゴットになって、こちらのホッパーに吐き出されてきますね。そうすると、この中にまた入って、どんどん金インゴットになって、最終的にね、9つ集まると、OK、金ブロックになるという感じで、これで2段階クラフトして最終的に金ブロックにするというクラフト装置が完成になります。OK。では続いてここから仕分け装置をね、組み込んでいきたいなと思います。で、まずね、ホッパーでこちらの方に1個接続しまして、その上にチェスト、こちらを設置します。そして今度は今設置したチェストに向かってもう1個ホッパーを設置します。で、続いてさらにチェストを横向きに2つ設置しまして、この後ろ側にホッパーを設置。そしてここから腐肉をね、集める用のチェストも設置していきます。まずここ横並びで同じように設置して、ここから1個ずらして、そして最後は横並び。こういう形でね、チェストを設置します。そしてどんどんホッパーをこの下のチェストに向かうようにつなげていきます。横から見るとこういう感じですね。そして最後ね、上のところもホッパーをここに設置します。では続いては、今設置したホッパーの後ろ側に不透過ブロック、こちらを設置しまして、今度はコンパレーターを設置します。そしたら、今度はコンパレーターに向かうように、ホッパーを設置します。そしたら、今度は不透過ブロックをさらに上と下、こういう形で伸ばして、今設置した不透過ブロックにレッドストーントーチを設置します。で、続いてね、また不透過ブロックをこの位置に伸ばして、ここにレッドストーンリピーターを設置します。そしてレッドストーンリピーターの後ろに不透過ブロック。そしてこの上にも不透過ブロック。そして最後レッドストーンダストを9つの不透過ブロックに全体に設置していきます。そして、ここでね、わかりやすいように右から金塊、金インゴット、そして、腐肉。こういう順番で並べまして、この金塊の列ですね。ここのホッパーの方に仕分けにね、入ってこないアイテム。これを4つ設置しまして、そして金塊を入れていきます。OK。そうすると、ちょうどね、数としては41個で止まるようになっております。そして42個目が入ってくると、レッドストーン信号がね、伝わって、このトーチが反転して、ここのロックが解除されることで、1個アイテムが流れていくという形になるんですね。これはまあ仕分け機の基本的な、装置となっております。そして今度は、この列、金インゴットにしたいので、また同じように、入ってこないアイテムと金インゴット入れておきます。最初ね、まあ数41個なくても、1個だけポンと入れておいてあげれば、どんどんね、アイテムがこう流れてきて、どんどん溜まっていって、勝手になっていくんで、最低1個あれば大丈夫です。なので、ここも最後、腐肉ね、集める場合は、仕分けないアイテムと、腐肉1個以上入れてあげれば OK。そうすると、アイテム流れてね、腐肉の場合はこの列なので、最終的にこのチェストにどんどん集まっていきまして、こちらの、金塊は先ほどと同じようにクラフターで2段階クラフトされて、こちらの金ブロックになると。で、金インゴットの場合は、こちらの方に入っていくと、このチェストからホッパーを経由して、1個ね、こっちの金塊じゃなくて、金インゴットのクラフトの方に繋がってるので、ここから、最終的に金ブロックになるという形になってます。OK。では続いてね、こちら、仮ブロックを1個設置しまして、こちらの方にホッパーを1つ設置します。そして、このホッパーに向かうように、ホッパーを設置していきます。こういう形ね。そして、仮ブロックを撤去。で、ここでね、ちょっと期
人によって好みが変わるところかなと思うんですが、今回はね、ゴミ箱を設置して、このアイテム以外、他の防具であったり道具系のやつが流れてきた場合は、全部廃棄されていくという仕組みにしていこうと思っております。ただね、人によっては、いや、それもちょっともったいないなということで、ここからね、溶鉱炉設置して、その下にホッパー、チェストでつなげて、こう流れてきたね、アイテムをここで燃やしてあげて、また金塊とか鉄塊とかを集めるという方法もあるかなと思うんで、その辺はね、皆さんのね、好みで作っていただければなと思います。で、今回はとりあえずね、ゴミ箱を紹介していきます。では、今さっき設置したホッパーですね。ここから、ドロッパーの方にアイテムが流れていくように設置しまして、そしてその先に大釜を設置します。そしてこの中に溶岩入りバケツ、こちらを入れまして、そして、このホッパーに入ってきたアイテムを検知するためのコンパレーター、こちらを設置します。そしたら今度はコンパレーターから下向きに粘着ピストン、こちらを設置しまして、今度はオブザーバーを顔が大釜向くように設置します。そして反対から今度は大釜の下ですね。こちらにオブザーバーを設置します。で、顔がね、こういう向きに。で、そのオブザーバーの後ろに不透過ブロックを設置し、OK。これでゴミ箱の完成。なので、このアイテム流れてきて、いらないやつがね、流れてきたら、こういう感じでコンパレータ検知してピストンが下に来って、このクロック回路が動くことで、ここにね、信号が来るんで、この伝わっているドロッパーからずっと吐き出されるという超コンパクトなゴミ箱になっております。そして吐き出し終わると止まるという感じなんですね。OK。これで自動クラフトから仕分け、そしてゴミ箱までが完成となります。では続いていよいよゾンビプーリントラップの部分やっていきたいと思います。では続いてね、またホッパーをこちらのね、流れていくところから2マス伸ばして、今度はこのホッパーからぐるっと折り返すようにホッパーをこういう形で設置します。で、続いてね、仮ブロックを一旦この4箇所に設置しまして、この今設置した仮ブロックにピストン、こちらをこういう感じで設置します。そして仮ブロックを撤去。そしたら続いてはレッドストーントーチ。こちらを先ほど設置したピストンの側面に設置していきまして、続いてはオブザーバーを顔がね、レッドストーントーチの方に向くようにぐるっと回るように設置していきます。そして正面のね、このピストン、ここにレバーを入れておきます。で、まあね、ここからちょっと好み分かれるところかと思うんですが、経験値もね、吸わせたいというところもあるんで、この手前ですね、ここから一旦足場伸ばしておいて、こういう形で経験値がね、吸われるような状態にしておくといいかなと思いますし、いやいや、経験値別にいらないよっていう方は、もうここ足場とかなくして、ここからね、トーチタワーで、このピストンに動力伝わるようにして、下にね、レバーのスイッチ、オンオフできるようにしてあげると、まあ楽かなというところで、ここも、皆さんの好みで変えてみてください。経験値もね、お得やと思うんで、はしごなりなんなりで上がれるようにしておくといいかなとは思います。では続いてね、ガラス2段上に積み上げていきまして、この箇所だけね、開けておきます。では続いてね、このガラスの上に装飾ブロック。でも基本できれば石材系で今回はやっていった方がいいかなと思うんで、一旦滑らかな石設置しておきます。そしてここにトラップドア、これを設置しておきまして、こういう感じで閉じれるようにしておきます。これの理由としましては、今のところね、ちょっとどうかわかんないんですけど、過去にね、ピストントライデントでトライデントが消えるみたいなバグがある時代がありまして、今はちょっとどうなのかわかんないですけど、それのね、対策としまして、もう使うときに、こうトライデントね、こう、基本的に飾っておいて、使うときは取り外してみたいな。で、回収するときは、ここ一旦入って、回収して、またここから出てくると。で、飾っておく、みたいな。この形が、一番
安心安全かなというところで一旦こういう形にしておきます。もしね、ドラウンドトラップとか持ってて、もうトライデントなんか腐るほど持ってますよっていう方は、もう別にこういうのを無視して、普通にここもガラスとかで囲っちゃっていいかなと思うんで、ここも、臨機応変にやっていただければなと思います。では続いてね、上側でゾンビピグリンの落下層を作っていきます。で、まずね、ここから、このブロックを入れて合計8ブロックですね、伸ばしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8。で、反対側も、1、2、3、4、5、6、7、8。これで、2ブロック、両サイド伸ばしていきます。そしてまた側面ね。こちらも、ぐるっと、囲っていきまして、OK。これでぐるっと囲うことができました。で、そしたら、さらに壁をね、手前じゃなくて側面と奥、ここをもう一段だけブロックを延長しておきます。で、続いてね、ボタンを、この位置4箇所、この位置で4箇所設置しておきます。そして水入りバケツで、こちら両サイドから水をね、流しておきます。OK。では続いて黒曜石でネザーゲートを作っていきます。で、まずね、こちらの一段ね、低いところ。ここから黒曜石をバーッと並べまして、で、これで一辺が18ブロックなんで、形的に 18×18 にしようかなと思うんですけど、いや、こんなでかいの正直いらんよな。これ絶対倍やもんな。この18って。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10。だ10ブロックやったら、だいたいこれぐらいやから、なんか見え方の差みたいな。まあ、10でもいい気するけどな。この、最大ね、確か 23×23 ぐらいがマックスやったかな。ちょっと忘れたけど、みんなどう正直。もうここもね、正直自由でいいと思います。こんなでかくなくてもいいと思う。うん。こんなでかい必要性があるんかっていうね。それか、僕が知らないだけで実はこの面が大きい方がゾンビピグリン湧きやすいとかあんのかな？ちょっと僕は知らないんで、もしそういう情報があるんやったら、ちょっとコメントで教えていただけるとありがたいなと思います。ということで、黒曜石がね、設置できまして、ここからゾンビピグリンで沸かせるための機構を組んでいきます。では、まずね、この一番端のところ、ここに来まして、この一個手前ですね、ここから一旦降りますね。で、降りたところ、ここに一旦仮ブロック1個設置して、そしてその上に不等化ブロックを設置します。そしてレバーを設置。で、ここが、起動スイッチになってまして、ここからトーチタワーで上にどんどん上がっていきます。そうするとちょうどね、この黒曜石のところに不等化ブロックが来る形になる。では続いてね、ドロッパーを顔がね、黒曜石に向くように設置しまして、この中に水入りバケツ、これを1個入れておきます。そしたら今度はドロッパーの横に仮ブロックを設置して、今度オブザーバーが顔を向こう向くように、この向きでね、設置します。で、仮ブロックを撤去。で、今度はオブザーバーの顔が今度向こう向くように、合計3つ、1、2、3、こういう向きでね、設置します。で、続いては石材、こちらを用意しまして、このオブザーバーの側面ですね、ここ3箇所設置して、こういう形でブロックを設置します。そしたら今度トラップドアを3つ設置して、この側面とこの上側、こういう形で石材ブロックを設置します。そしてこの中心部分に溶岩入りバケツ、これを入れてあげるとゲートがね出現しました。そして最後はこちらのチカチカなってますね、ここのオブザーバーの後ろに不等化ブロック、こちらを設置します。 OK。 これで装置が完成となります。はい、ということで今回ねこの辺で終わりにしようかなと思います。ちょっとねこの辺の装置部分が結構複雑化してて難しかったりするかもしれないんですが、一個一個ね自動クラフト装置、仕分け機、そしてゴミ箱、そしてピストントライデント、ゾンビピグリン、
っていう感じで、それぞれ分担して見ていけば、めちゃくちゃ難しいことをしているわけではないかなというところもあると思うんで、ぜひね、皆さんもこの装置作ってみていただければなと思います。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。ということで、今度が良かったよとか、参考になりましたとか、放置してるだけで金ブロック集まっていくのめちゃくちゃいいですねとかね、思っていただけた方はぜひチャンネル登録、そして高評価の方もよろしくお願いいたします。